はい、こんにちは。陶芸家の橋本忍です。今日はろくろのポイントろくろのポイントろくろのポイントろくろのね、いろんな弾き方についてね、解説はいろいろ本とかね YouTube なんかでもあると思うんですけど、今日は、より実践的な細かいことについて話していこうと思います。今日はね、ろくろ弾きながらちょっと解説していこうと思います。でですね、今日ねちょっと話したいのは縁です。器の縁の作りについてちょっと話していこうと思います。これはね、ろくろを弾いてて、やっぱ形をねどう作るかとか、そういうとこっていうのはやっぱ気持ちがね行きがちなんですけど、実際には縁の作りとかそういう細かいことが重要になってくると思ってます。よくね、神は細部に宿るって言いますけど、ほんとそうで、細かいところをどういうふうにやっていくかっていうのが、その人のね個性だったり考え方がそこに反映されるので、そういうところをきちんとちゃんと作っていくといいと思います。とりあえずね、小さいカップをねいくつか作っていこうと思います。これ見えるかな。ちょっと見えにくいですね。ちょっと見えにくいな。どうしようかな。カメラの位置変えましょうかね。じゃあとりあえずね、これ1個目はこのアングルで撮っていきますね。で今このカップは縁の作りを丸くね何にもしない感じです。ただ丸めるだけ。まずそういうのを作ります。今日はね4パターンぐらい作ってみようかな。よし。たらこれが1つ目。ちょっとカメラアングルを変えますね。さて見えるかな。これでさっきは口をただねまっすぐ普通にそのまま引き伸ばして、でそれを丸めただけです。次はどうしようかな。次は僕がねカップなんかによく使う作り方の口ですね。これは何型って言ったらいいのかなちょっと呼び名は分かんないですけど、
一見するとね、さっきのに比べてちょっと厚みがあるように見えます。これは後でね、これ全部ちょっと一回全部作った後に断面をね切ってまたちょっと話していきますね。よし、じゃあ次3つ目。じゃあ3つ目はどうしようかな。四角い口にしてみようかな。が四角い口。じゃあもう一つぐらいあればいいかな。もう2つ作ってみようか。次はね、ちょっと口を斜めにするんですけど、外側に斜めわかるかな。ちょっとまあなかなかこれはね、普通カップなんかには使わないけど、鉢とか皿なんかではたまに使うやり方かな。あとはじゃあもう一個はちょっと厚ぼったく玉にした縁にしようかな。これは僕はまず作ることないですね。こんな感じかな。よし。そしたら今、5パターンを作ってみたので、これをね切ってちょっと断面をね見ながら解説していこうと思います。今これ5種類ねちょっと作ってみたんですけど、細かい印象の違いなんかについてね解説しようと思うんだけど、どうしようかな。じゃあカメラを外そう。はい、これが、1番目、まっすぐ引き伸ばして丸めただけです。これが2番目に引いた、これはねちょっと僕矢印型というか、怒り型というかね、そんな感じで捉えてるんですけど、ちょっと斜めになってますね。これはそのまんま平らにした感じですね。はい、縁が平らになってます。はい、でこれは、外側に向かって斜めになってますね。で
これは丸くなってます。丸く玉縁っていうんですかね。こんな感じになってます。それじゃあですね、ちょっと分かりやすく図で書いてみますね。これ一番最初のです。ただ丸くしたやつですね。これは縁がこういうふうにね、ただ丸くなってるだけです。そして2番目のやつ、これがこういう感じで、ボディ1回薄くなって口元1回厚くなります。そして斜めにします。これが2番目で、3番目のが3番目はもうただまっすぐですね。はい、3番目はてっぺんをまっすぐ平らにしてます。丸めないで平らにしてみました。で、次4番目は今度逆に外側、こんな感じですね。外側に斜めにしてます。で5番目はこういう感じで、先端がねちょっと玉になってて厚みをつけてます。だからまあこう見えるところよりはボディの方が実際は薄いと。これもそうです。2番目もまあいいか。この2番目もそうです。見える断面よりも、ボディの厚さが薄いです。1、2、3、4、5ですね。そう、こんな感じで、1番目の場合は、器をねこう上から見ますよね。そしたら見える厚さと実際の厚さっていうのがほぼ一緒です。で2番目、これは見える厚さは厚くて実際にはもっと薄いです。ここの断面が広いからですね。で3番目も、見える厚さと、実際の厚さは一緒です。でもこっちの方が1番に比べてよりリアルですね。四角くなってるんで、こっちは一応丸めてあるんで、丸いってことは少し先端に行くに従ってやっぱ多少はね細くなってるんで、で、4番目はこれはね結構微妙なんですよね。これは、実際には厚みをつけてはいないんですけど、断面が斜めにあるんで、この断面を見ると人はここの面積で厚みを感じ取ります。なのでちょっと厚く見られがちです。で5番目もそうですね。実際には厚く見えるけど実際にはボディはそうでもないっていう状態です。でまあ見た感じで言うと、2番4番5番は厚く見えます。若干厚く見えて、でも実際には薄いということですね。で1番と3番は見た目と、実際がそんなに変わらない感じですね。口当たりなんですけど、これがカップだとすると口当たりっていうのもねありますよね。で口当たりのことで言うとまあ一番普通です普通です。可もなく不可もなく、2番僕はこれが最高だと思ってます。3番はありえないです。角張ってますんで。4番もないですね。使いづらい、飲みづらいと思います。口当たりは。5番は
全体的な厚さにもよるんですけど、そんなに悪くもないけど良くもないかなって感じですね。ただこれカップで口をつける場合はそういうことです。でもこれがね、飯碗だったり、皿とかだったらまたね、口当たりのことは関係ないので、見た感じのことを気にすればいいと思います。あと丈夫さで言えば、5番のこの玉縁っていうんですかね、これが一番多分丈夫でしょうね。やっぱり、丸い方が、角がない方がね、絶対丈夫です。なんか暗いな。ちょっと明るすぎる。落ち着いたか。はい。で、あとそうですね、3番も、ちょっと角があるんでね、弱いですね。でもそれ言ったら2番4番もそうですね。2番4番も、角はありますね。あとその 見た目のね、厚さのことなんですけど、さっきねちょっと言ったけど、人は見た目に厚さを判断するときって、この縁を見る以外に判断する要素ないんですよね、材料がね。器の場合は器の断面が見えてるところっていうのはこの縁しかないです、ね、割って厚みを確認するわけにはいかないので、この縁しかないわけですね。そうすると人は絶対に見た時にその縁の厚さでそのものの厚みっていうのを、推測します。勝手に推測します。で、勝手に推測して手に取った時にその自分の予想と合ってるか合ってないかの差で、この器軽いねとか、この器重たいねっていうことが多いです。それだけじゃないですよ、もちろん。実際の重量とかももちろんあるし、あと色とか形とか質感とか、そういうことによっても変わってくるんですけど、一番客観的に重量を判断できるのはその素材の量なんで、それってやっぱ断面ですよね。その断面が見えてるのはこの縁だけですっていうことですね。じゃあこの3番と4番、3番と2番にしようかな。3番と2番の縁をパッとね、人が見たときに、仮にこれボディの厚さが一緒だとします。一緒だとしても、3番の場合、ここ真っ平らですね。真っ平らで、じゃあ仮にこの幅をね、1とします。1ね。そうすると、こっちは、斜めになってますよね。見えますか？斜めになってますよね。そうすると、もう単純に面積が、1.5 か2かわからないですけど、それはここね、三角形の辺の求め方で計算してください。これがもし1だとすると、それに対してこっちは断面が 1.5 かにあるんですよ。これはもう実際にね。そうすると見た人っていうのはここを見て、この面積が断面なんだって思うわけですね。こっちはこの面積を見て断面なんだって思うわけですよ。そこで、厚みを見誤らせることができるわけです。見誤らせることをわざとしてます。はい。僕の器はよく軽いって言われるんですけど、多分こういうのも一因だと思います。ここである程度断面積を稼いでるんで、そんなに薄っぺらく見えないんですね。薄っぺらく見えないと、多分重たいんだろうなと思います。あと例えば色も、金属質でね、金属っぽい釉薬かかってんのと、なんかしっ
白いほわっとした釉薬かかっているのでも人の捉え方は違うかもしれませんね。そういうのを全部人は勝手にね、今までの経験の中から導き出して重量を予測します。で、予測と違った時に重たいとか軽いとかってなります。たまにあるのがそうですね、下手くそな時にね、よく僕もやったんですけど、器作ります。作ったらやたら口だけこう尖ってんですよ。尖ってね、薄く見えるんですよ。もうそれって簡単ですよね。口元だけ薄くするのはね。こうすると見た目にはすごいシャープで、なんかすごい薄い器だって思うんですけど、持ったらあれ全然じゃんみたいなことがよくありますね。これはだからもうここの見た目で断面積がね、ここのもう点みたいな面積ですから、薄っぺらいんだなと思っちゃうわけですね。その薄っぺらいっていう先入観を持った上で手に取るとあれってなるわけですね。でまた下手くそなんで、本当に重量もあったりしますからこの腰のあたりがね、もう肉ついてひどいんですよそんなこともあります。で、そんな感じでこの器のね、縁でいろんな表現だったり、印象操作だったり、あと機能ですね。機能性は例えばその口っていうのもあるし、丈夫さというのもあるし、あとデザイン、そんないろんな要素をこの口でも表現していきます。そしたらこれは一応こう置いていた方がいいのかな。ここら辺ぶら下げる。いいかも。ダメだな立つかな。はい、もうちょっとこっちかな。はい、そしたら断面をね見ていきましょうかね。断面を見ていきましょう。そしたら1番目のただ丸くねやったやつ、はい、これまたちょっと難しいな。どうしよう。こんな感じで見えますかね。はい、これが、1つ目の1番ですね。ただ丸くしたやつね。はい、こうしたらいいのか。はい、次が2番目。ライトない方がいいのかな。この方がちょっと待ってくださいね。よし。でじゃあこれが2番目です。2番目ちょっと分かりにくいかな。
こう怒り型になってますね。で、3番目はね、これはまあ切っても切んなくてもって感じですよね。これはもうまっすぐ、ただまっすぐです。はい、次が4番目。これはカップに使うことはまあないんですよね。皿とかでたまに、まあ、これっぽい応用はありますね。はい。でこれが5番目の玉縁。これはね、僕は使うことないですね。あれでもちょっと分かりづらいな、この断面。どうしてもね、弓で切るとボソボソっとなってちょっとね断面も広がるんで、もっと分かりやすくねちゃんと作ればよかったですね。よし、まあこんな感じで、こんな感じでいろいろね、口元まで気を使って作ると全然違うと思います。とかくね、やっぱろくろを引く時っていうのは全体の形とかね、大きさとかそういうことにねとらわれがちなんですけど、実際にはこういう細かいところまで気を配ることによって作品のクオリティが全然変わってくると思うんですよ。やっぱものづくりは01の作業なんですよね。01っていうのは何もないところからものを作り出す、生み出すってことなんで、01ってことはその全てが自分のね仕業ですから全てがもう自分の仕業です。誰かのせいにできないので、はい、自然になっちゃったとかっていうことはなるべく減らしていきます。いろんなところに自分の意図をこうどんどん詰め込むわけですね。それがその人の、やっぱねスタイルだったり信念だったり、時には優しさだったり、そういうのが見えてくるわけですよね。そういうところから、そうやっていろんな思いを詰め込んだ結果が一つの作品となってできるので、例えばあんまりこう気を使ってないような作りだと、この人はあんまり気を使わない人なんだなっていうのが見えちゃいますよね。やっぱその作る人のね、いろんな信念みたいなのが、信念とか気持ちとかそういうのが全部いろんなところに詰め込まれますので、いろんなところに詰め込むようにしましょうそうすることでよりその人らしさが表現できて、オリジナリティみたいなものがねだんだんできてくると思います。というわけで今日は、このろくろ引きでのねこういう細かい話、こういう細かい話って多分ね、これちょっと自分で言うのもなんですけど結構いい話だと思うんですよねなかなかこういうのは本には出てないですからねとちょっと今動画撮ってて思いましたはい、じゃあまあこんな感じで今日は終わろうと思います。はい、じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあまた次の動画楽しみにしてください。バイバイ。